どうもウフォチャンネルです。今回はサムネにもあった通り、離婚したばかりのおっさんが築51年の約300万円の家を買ったという動画です。買った家の住む前の状態をルームツアーできたらなと思います。よかったら最後までご視聴よろしくお願いします。それではルームツアー本編動画を始めたいと思います。早速ルームツアーに行ってみましょう。玄関は至って普通。よし、まず入って最初にあるのが6畳の上座敷と下座敷です。今は中間の襖は取られてます。なので実質12畳の和室です。ちょっと荷物が散らかってるんですけど、押し入れが1つと戸棚収納が1つ、こちら側にも押し入れが1つ、戸棚収納が1つで、床の間っていうんですかね。いずれテレビを置こうかなと思ってます。全体的に広いし、襖も綺麗ですし、壁も悪くないですよね。さて、じゃあこの縁側的廊下を進んだ先、こちらもここは8畳の和室になります。ちょっとした収納がちょっとあるんで、ここでパソコンで YouTube の編集とか普段使いの部屋になるんじゃないかなと思います。エアコンをこの部屋にだけ設置するつもりではいますが、でここはカーテンじゃなくて障子ですね。作りはちょっと古いんであれですけども、続いて問題のお勝手。ここはですね、床がこのようにグラグラして下がもう腐ってるというか、なのでちょっと直さないと住めない状態です。でキッチン自体もちょっと汚いし、昔のシステムキッチンなのでちょっとここもリフォーム対象になるでしょう。換気扇は昔ながらの古いタイプです。それはしょうがないと思います。続いて2階は後にしてお風呂。昔っぽい洗面台ですね。ここの床はなんかもうしっかりしてるんですけど、洗濯機を置く場所もちゃんとあって水もあると。でお風呂が昔ながらのタイルの小さなお風呂。ただ湯沸かし器は24時間風呂の追い焚き機能付きなので、ちょっとここもリフォームしたいなとは思ってます。さて、玄関の方に戻ってトイレはというと、なんと最新型の綺麗なトイレ、温水便座付きです。パナソニックのアラウーノ V ってやつですね。これはもう最初からついてます。でここに手洗い場もあるので、トイレの後はここで手洗い場、タオル掛けもついてますし、窓も大きくて比較的明るいですね、ここは。で続きまして2階へ行きましょう。
よいしょ。昔ながらの急勾配な階段ですが、2階上がってまず左に8畳の和室があります。ここは押し入れが2つと戸棚収納が2つあるので、まあいらない荷物を普段は置いとけばいいんじゃないですかね。続きましてこちらに行って1つ目の部屋、6畳の部屋ですね。まあちょっと昔ながらの、これカバーついてねえや、気づかなかったけど、まあそれは後で何とかしましょう。取っ手が壊れた戸棚があって、ここにスーツとかをかければいいと思います。上にも戸棚収納もありますし、比較的収納が多い家です。ただこの取っ手はちょっと自分で直さなきゃいけないので DIY で直そうと思います。最後の部屋になりましたが、こちらも6畳一間で、これが1階の襖の扉だと思います。ここはもうただの荷物置き場的な感じになるか、子供たちが泊まりに来た時に使わせる部屋か、いずれ何かで使えるんじゃないかなと思います。つまりこの家は、6DK のお部屋がある家となっております。じゃあ次はね、ちょっと家の周りを皆さんに現状どうなっているのかお見せできたらなと思います。結構傷んでるので、そういうところも包み隠さずお伝えできたらと思います。玄関は至って普通でボロいです。でも壁紙のクロスを張り替えていただいているのでだいぶ綺麗です。残土はすげえや。残土がいっぱいだな。家の周りは結構ひび割れてますね。ところどころ壊れてます。湯沸かし器は新しいです。壁にも修復した跡があります。2階にもひび割れが。雨どいはサビサビです。一人で住むにはちょっとでかすぎないかって思われるかもしれないですが、自分がローン組むにあたってリフォーム代と建物代全部払える額で言うと、この家が
良かったということになります。まあマンションとかアパートに住んで月々4万円とか3万円払うぐらいなら、部屋数が多くても中古の家買った方が僕は将来的にはいいと思ったので、こちらの家を購入することとなりました。ちょっと一旦下に降りて、やべえ広い。最後の部屋に戻って、最初の部屋に戻ってきましたが、暑い。こんな感じでね、すごくいい家です。この家がなんと築51年で約300万円の中古住宅となります。まあ妥当な値段じゃないかなと思いますね。ちょっと格安かなぐらいので、リフォームを DIY しようというわけではなくさすがにちょっと働きながら YouTube の、編集をしながらなんていう感じで DIY で家直していたらもう一生終わらないと思ったので、今回は銀行にお金を借りてリフォームも込みでこの家を購入することとなります。なのでリフォーム代と、建物代合わせてそれなりの額を借りまして、約30年のローンを組んでこの家を買うことになります。アラフォーのおっさんにとっては定年後も少し払わなきゃいけないのかみたいな感じにはなりますが、次の住みかとしてはいいんじゃないかと思います。どうせ僕の後に誰か住むこともないでしょう。僕が死ぬまでの間住めればいい、そんなような感じで買ったので、悪くなったらちょっとずつ直しながら住んでいこうと思います。今後は、リフォームの模様なんかをこの動画で配信していけたらなと思ってます。リフォームの一つ一つの箇所が大体どのぐらいかかるのかみんな気になってると思うんですよね。なので僕の家でリフォームするときに1箇所あたりどのぐらいかかったのか、またどのぐらいの工期がかかったのかなんかをチャンネルで配信していけたらいいなと思ってます。あとはこの家に住むにあたって自分がどういう節約生活をするか、そしてまた車中泊旅をしながらこの家でどう生活するかなんかをお届けできたらなと思います。いかがでしたでしょうか。参考に ならないな全然でも楽しみにしててください。この動画が良かったと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。またコメントもお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。